皆さんこんにちは、高根清馬です。本日も作業を進めていきたいと思います。バシバシ作っていきます。現状としてはシャシーをこれから洗っていくってところですね。エアコンも外し終わったし、あとエアコンの室外機だけ外せてないんで、それをこれから外して洗っていきたい。明日洗えるのは明日かなと思います。下とかも掃除しなきゃいけないんで。で今日は4時から、こっちの陸運局で、ちょっとキャンピングカーの相談っていうのもしていきたいんで、そんな準備のために3時にはここ出なきゃいけないんで、あんまり時間ないんですけど作業していきます。 OK, let's do it。 よし、では今からはこれエアコンの室外機を外していきたいと思います。ボルトでついてる部分と切らなきゃいけない部分とあると思うんで、片っ端から外していく感じで、よし Let's do it。 まずは外、ここからですね。ここから外せるんで、ここからやっていく。は見えないね。すごいいろんなところにあるのか。よくわかんないです。とりあえず外していく。はい、ちゅうわけで今来たのはですね、中部運輸局福井運輸支局ということで、福井の運輸局にやってまいりました。それで、知り合ったレスエアオートの原田さんに、ちょっと一緒にこちらの運輸局でいろいろ確認していただけるということで、本当にありがたいんです。なので、質問をいくつか僕の方でも用意をしてきました。どんな感じかというとですね、助手席のシート要件について、そして2列目のシートの要件、そして、バスの降り戸、完走可能かというところ、そしてキャリアの問題、就寝定員の問題、この辺りを、聞いていこうかなというふうに思っています。でさらにもっと詳しい質問を、原田さん、レスエアオートの原田さんが用意してくださっているような感じなので、多分中は撮影できないんですけど、ちょっと行ってまいります。よし。お疲れ様ですと、こちら自然とさんの方でめちゃくちゃ親身に、相談に乗ってもらいました。こうしたらこの要件満たせるよねとか、この部分はこうした方がいいんじゃないとか、めちゃくちゃ親身になってくださって、レスエアオートの原田さんとこの自然とさんと、いやもうめちゃくちゃありがたい限りですね。今度そのうち後ろのキャンピングカーを借りて一度ちょっと旅に出てみて、どんなものが必要なのかとかっていうのがやっぱ実際にやってみるとまたさらに違うことを感じるかもしれないので、そんなこともやってみたいなと思ってるんですけど、今日のところは今打ち合わせ2時間以上こちらに来てからもしていただいて、本当にありがたい限りです。というわけで帰ります。よいしょ。今回も見ていただいてありがとうございます。
このまま頑張ってキャンピングカー作っていって、そしてサーフィンを軸に日本中を旅していろんな文化に触れていくっていうものを実現させたいというところなので、これからも頑張ります。チャンネル登録、高評価などいただけると励みになります。また頑張って動画も作っていくので、これからもよろしくお願いします。ではありがとうございました。よかったらこの後サーフィンの映像も流していくので、そちらもよかったら見ていってください。ありがとうございます。ではでは。
す。